春のあの辛い季節、花粉症に南アフリカ生まれのルイボスティーが効くって話聞いたことありますか？でもそれって本当なんでしょうか？今回はその科学的な根拠にぐっと迫っていきますよ。はい。じゃあ早速、今回の調査ロードマップを見ていきましょう。まず、アレルギー問題の現状から入って、ルイボスが持つ秘密兵器、そしてどうやってくしゃみを止めるのか。さらに、レッドとグリーンの違いっていう面白い話もして、最後には、じゃあどうやって飲めばいいのかという実践的なところまで見ていきます。さあ、まずはセクション1、アレルギーという問題です。もうね、花粉症の季節って本当に大変ですよね。くしゃみ、鼻水、目のかゆみ、薬を飲めば眠くなるし、なんだかすっきりしない。このジレンマ、皆さん経験あるんじゃないでしょうか。実はこれ、日本だけの話じゃないんですよ。ルイボスのふるさと、南アフリカでさえ、成人のなんと 20% から 30% がアレルギー性鼻炎に悩んでいるそうなんです。本当に世界的な問題なんですよね。で、さっきも言ったみたいに、一般的な抗ヒスタミン薬は眠気とか口の渇きとかいろんな副作用がついて回ることが多いわけです。そこで今回の革新的な問いかけです。昔から飲まれてきたこの素朴なハーブティールイボスが本当に科学的な根拠のあるちゃんとした代替案になり得るのかっていうことなんですね。はい、ではセクション2です。ルイボスの秘密兵器。一体ルイボスの何がアレルギーに働きかけるんでしょうか。その効果の源となる、いわば特殊部隊ともいえる成分たちを見ていきましょう。まず一人目の隊員はアスパラチン。これがもう主役中の主役です。ルイボスティーにしかほとんど含まれていないすっごくユニークで強力な抗酸化フラボノイドなんですね。これがアレルギーによる炎症と戦うための土台を作ってくれる非常に重要な成分です。そして2人目、ケルセチンです。これは天然の抗ヒスタミン剤とも言われていて、アレルギー症状を引き起こすヒスタミンっていう物質がありますよね。そのヒスタミンが細胞からドバーッと放出されるのを防いでくれるんです。まさに細胞の入り口に立つ用心棒みたいな役割ですね。最後のメンバーが SOD サマ酵素。ちょっと難しい名前ですけど、要はアレルギー反応が起きると体内で発生する活性酸素っていう、細胞を傷つけちゃう悪者がいるんですね。それをやっつけて炎症の悪化を防いでくれるお掃除役みたいな存在です。さて、セクション3、くしゃみを止める仕組み。今紹介した秘密兵器たちが、じゃあ具体的にどうやってあの辛いくしゃみや鼻水を止めてくれるのか、細胞レベルの犯行現場を一緒に操作していきましょう。ここめちゃくちゃ面白いですよ。まず、アレルギー反応がどうやって起きるかをおさらいしてみましょう。これ、一種の連鎖反応なんですね。まず、花粉が体に入ってきます。そうすると、マスト細胞っていう免疫細胞にくっついちゃう。それが引き金になって、マスト細胞が濁化流っていう現象を起こして、中からヒスタミンが大量に放出されるんです。で、このヒスタミンがくしゃみ、鼻水、かゆみを引き起こす犯人というわけです。まさにドミノ倒しですよね。じゃあ、ルイボスはどうやってこのドミノを止めるのか。ここにある研究からの引用があります。アスパラチンは一連のリン酸化反応を阻害し、カルシウムイオンの急速な流入をブロックすることで、ヒスタミンの放出を物理的に不可能にする。ちょっと専門的ですけど、要するに、ヒスタミンが放出されるためのスイッチそのものをオフにしてしまうってことなんです。後片付けじゃなくて、そもそも爆弾が爆発しないように導線を切っちゃうイメージ。これはすごいですよね。その証拠がこのデータです。見てください。ルイボスを全く与えなかった対象グループでは、ヒスタミン放出は 100% ですよね。それが低用量、中用量、高用量とルイボスの濃度を上げていくと、ヒスタミンの放出量がどんどん減っていって、高用量では半分以下、43.79% にまで抑えられているんです。これはもう明確な効果を示していますよね。よし、これで仕組みは分かったぞ、と思った皆さん。話はここで終わりません。セクション4、レッド vs グリーンのパラドックス。ここから事態はちょっと意外な方向に進んでいきます。ルイボスティーには実はレッドとグリーンの2種類があるんです。
ってグリーンの方が主役成分アスパラチンがなんと31倍から34倍も多く含まれているんですよ。じゃあ当然グリーンルイボスの方がアレルギーに効くはずだって思いますよね。普通はそう考えます。でも果たして本当にそうなのでしょうか。この表を見ても一目瞭然です。グリーンは非発酵ですぐに乾燥させる。レッドは発酵させる。だからポリフェノールもアスパラチンもグリーンの方が圧倒的に多いんです。スペックだけ見たら完全にグリーンの勝ちですよね。ところがです。ケープタウン大学で行われた研究で驚きの結果が出ます。なんと、免疫細胞の活性化を抑える効果は、発酵させたレッドルイボスの方がグリーンよりも高かったというんです。なんでってなりますよね。研究者たちはこう考えています。発酵プロセスによって何か新しい有効成分が生まれたり、あるいは既存の成分の形が変わって免疫細胞にくっつきやすくなったりしているんじゃないかと。つまり単純に一つの成分の量だけじゃなくて、お茶に含まれるいろんな成分がチームとして働く、その相乗効果が大事だっていうことなんですね。いやー、科学って奥が深い。さて、セクション5。研究室からあなたの一杯へ。実験室レベルではいろいろなことが分かってきましたが、じゃあ私たち人間が飲んだ場合はどうなんでしょうか。臨床研究の証拠を見ていきましょう。ルイボス研究の歴史を振り返ると結構長い道のりだったんですね。1982年の最初の頃の研究はそもそも評価方法が適切じゃなくて効果なしとされちゃいました。でも2000年代に入ってから分子レベルでのメカニズムがどんどん解明されてきて、そして今2026年に向けてケープタウン大学で新しい大規模な臨床試験が進行中なんです。飲むだけじゃなくて、鼻うがいに使う方法も試しているそうで、これは期待できますね。はい、というわけで、いよいよ最後のセクションです。取扱説明書。ここまでの科学的な話を全部踏まえて、じゃあ、私たちが花粉症対策として、ルイボスティーを飲むなら、どうするのがベストなのか、その具体的な方法を見ていきましょう。まず、一番大事なのが、いつから飲み始めるか。答えは、花粉シーズンが始まる1ヶ月から1ヶ月半前です。これ重要なので覚えておいてください。ルイボスの成分は飲んですぐ効くっていうよりはじっくり体内に蓄積されて効果を発揮するタイプなんです。だからフライング気味に始めるのが正解なんですね。そして飲み方もポイントです。ティーバッグをお湯に入れて終わりじゃダメなんです。有効成分を最大に引き出すには最低でも10分から30分ぐらぐらと煮出す必要があります。ルイボスの葉っぱって結構硬いのでしっかり煮出してあげないとせっかくの有効成分が出てこないんですね。最後に安全性とベストプラクティスです。量は1日に 2,3 杯、500から 600ml くらいを目安に何回かに分けて飲むのがおすすめです。カフェインも入ってないし、タンニンも少ないので基本的にはすごく安全なお茶です。ただ、飲みすぎるとお腹が緩くなる可能性はあります。あと、もし血圧の薬など特定の薬を飲んでいる方は、念のためお医者さんに相談した方がいいかもしれませんね。さて、ここまで見てきてどうだったでしょうか。ルイボスティーはアレルギーを治す奇跡の薬ではありません。それも確かです。でも、アレルギー症状の根本にある体の反応に働きかけて、それを管理するための科学的根拠に基づいた安全で有効なツールであるということは言えそうです。証拠がそれを物語っています。薬に頼るだけじゃなく、体の内側からコンディションを整える、そういう新しいアプローチの強力な味方になってくれるかもしれませんね。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。